赤坂もんの字小林武史です。本日ご紹介させていただくお料理は酢豚です。それでは酢豚の下準備からさせていただきます。まず酢豚ですから豚肉ですね。あと本日使わせていただくお野菜がピーマン、玉ねぎ、人参、レンコンなんですけども、何でも大丈夫です。どんなお野菜でも旬のお野菜で美味しく召し上がっていただけると思います。まずお野菜から切っていきます。どんなお野菜でもそうなんですけども、大きさ、形、いろんなものがありますから、必ずこう切らなきゃいけないっていうのはありません。ですので量もね決まってはいますけども、それは目安として考えていただいて、大きくてとても締まっているような玉ねぎであれば、くし形にこのように切り出してもらって、それを大きくザクッと斜めに切り分けていただくだけで結構です。調理する際には重なっているところは一旦少しね手を使ってほぐしておいてあげると火が通りやすい、仕事がしやすいですね。玉ねぎ、人参です。人参、中国料理の皮の剥き方というのは、皮をピーラーなどで剥くんではなくて、包丁を使ってね、こういう感じで大きく剥いてしまいます。人参も召し上がりやすいように切っていただくんですけども、三角の乱切りで切ってますね。トーアルっていう切り方になるんです。中国料理だとトーアルっていうのは、トーっていうのはウサギっていう、ウサギの耳の形っていう意味なんですけどね、こんな形で切りました。あとレンコンもね、いろんなレンコンがあります。太かったりひねだったり新レンコンだったりあるんですけども、もうその時にあるレンコン、皮を剥いていただいて、プロの場合はね、ピーラーというのは、皮むき器というのはあんまり使わないですね。包丁を使ってススススッとこう落として皮を剥くような感じにします。そうするとね、切断面がきれいにこう艶やかに、皮が剥けます。見た目がとてもきれいな料理の仕上がりになりますね。で、レンコン。これも人参と同じように乱切りではあるんですけども、少し尖ったような、先ほど説明させていただいたトーアルの形ですね。よいしょ。で、あとピーマンですね。まず蓋がついてますけども、そのまま半分に切っていただいて、綿の部分と種の部分ね、一緒に包丁で少し崩しやすいように切り目を入れていただいて、この綿の部分なんですけども、種を取ってしまえば食べられるところですから、プロがレストランでお料理として出すときはきれいに掃除をしてしまうんですけども、食べられます。ですから、捨ててしまうのはもったいないんで、お家でお料理する場合はそのまま切ってしまっていいと思います。で、お野菜が切れました。で、お肉ですね。豚の肩ロース肉なんですけども、スーパーなんかではこういう感じで、売ってると思います。どのような切り方でもいいんですけども、仕上がりがだいたい親指ぐらいの大きさに切れていると召し上がりやすいと思います。中国料理の基本はお箸で持って口に運べるぐらいの大きさに切るとか、あとレンゲですくって口の中に運べるぐらいの大きさに切るというのが基本ですので、酢豚の場合はだいたいこれぐらいでしょうかね。切ります。そうしましたらボウルに入れていただき、ここで下味をつけていきます。下味の材料がですね、お酒、日本酒で結構ですよ。純不動になりますけど、お醤油、胡椒でお塩ですね。で、お水を入れます。溶き卵を入れます。全卵を溶いたものですね。片栗粉と沈殿片栗粉というものを使うんですが、水溶き片栗粉にお水を入れて、で、浸水させたものがこちらの状態になります。これをよいしょ入れまして、でさらに乾燥してある片栗粉を入れます。はい。ボウルなどにね、何かを入れてこう混ぜるような作業っていうのは中国料理ではよくあるんですけども、必ずタオルか何かを下に敷いてもらってね、動きを止めて作業をすると仕事がしやすいですね。酢豚の衣というのは卵がある程度しっかり入った状態のこのようなドローっとしたような状態のまま油に入れてお肉を揚げます。そうすると、甘酢がとろみのついた甘酢が絡みやすくなるふわっとした衣ができるんですね。少しなじませてから油で揚げていきますね。プロの料理とかちゃんと作ろうと思うとスープを使う
っていうふうには思いがちなんですけども、この甘酢の分量に関してはお水を使って、甘酢のタレを合わせます。こちらに先ほどもご説明しましたけど、水溶きの片栗粉。この場合は沈殿している部分だけではなくて、上澄みのお水と一緒に合わせたような状態のものですね。そこにお水、お砂糖、お醤油。お醤油などはもうお好みのお家で使っているお醤油で結構です。お砂糖がね、ある程度の量入ってますので、しっかり溶いて、溶かしていただいて準備をします。スープではなくて逆にお水を使っている分、お酢などが飛ばない限りは、保存が可能ですから、ある程度、密閉容器に入れて冷蔵庫などに入れておいていただければ持ちますね。はい。で、これで甘酢の出来上がりです。では、酢豚を仕上げていきたいと思います。豚肉をね、まず油で揚げていくところからですので、鍋をまずきれいにして、中国料理のね、このプロのガス台っていうのは、目の前に水道があって、で、ここからこう水を溜めて、鍋に水を入れて、洗って、ここに流しちゃう。で、このささらっていう道具を使って、鍋の中の水分を吹き飛ばして、そうするとすぐ鍋が乾いた状態で使えるっていうのがプロのガス台ですね。プロはね、鉄鍋を使いますので、しっかりと焼くっていう作業をします。これだけ強い火を使ってるんで、もうすぐ300度ぐらいにはなるんですけども、油なんかを入れると、すぐ油が火がついちゃったりしますのでね、熱した時には油の扱い方をちょっと気をつけながら、はい、調理作業用の油を入れまして、天ぷら屋さんなんかの油っていうのはね、加熱してる時に混ぜたりあんまりしないんですけど、中国料理は混ぜながら油の温度を上げていきます。こういうね、丸底の鍋っていうのはですね、全部が鍋底になるんですよ。ですから、火が全体に当たってるんで、混ぜてないと、油の温度差が場所場所によってできてしまうんで、温度を均一にするためによくお玉を使って混ぜます。僕ら慣れてるからちょっと触ったぐらいだと大丈夫なんですけど、大体これ160度ぐらいの油の温度になってますね。で、そこにさっき下味を入れた豚肉用意しまして、片栗粉をね、使ってます。片栗粉っていうのは、時間を置くと、ずーっとこう、下に落ちていきますね。ですから、調理する際にはしっかり混ぜて、片栗粉が豚のね、お肉の周りにしっかりまとわりつくようにしてから、油の中に落としてあげます。今は160度に油を熱して、少し、中火弱ぐらいに火は落としてます。手で調理していただいても結構ですし、お箸などで油の中にお肉を入れていっても、どちらでも大丈夫です。油の中でね、ゆっくりゆっくり揚げていきます。お肉がね、ある程度の塊ですので、すぐには火が通りませんのでね、すぐには触らず、例えば鍋を少しこう揺り動かして、鍋底にお肉がへばりつかないように、でんぷん、卵、いっぱい入ってますので、お肉同士がこうくっついちゃいます。柔らかいうちに触ってしまうとですね、もろ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 とせっかくの衣が剥がれてしまうことがありますので、泡がしっかり細かい泡がさーっと出てきて、入れたてよりも少し衣がね、白っぽくふわーっと膨らんできたような感覚になってきたら、ほぐしていっていただいて結構ですね。はい、初め160度ぐらいから始めまして、今もう少しずつ上がってると思います。170度ぐらいにはなってると思いますね。火が入ってきた、だんだん通ってきたっていうのが分かる目安として、お肉が油の上にだんだん浮いてきましたよね。浮いてくるとですね、もう半分ぐらいは火が通ってるっていう目安になります。色のつき方というのは、油の綺麗な油だったりね、少し使い込んだ油だったり、ごま油のような色付きの油で揚げると色はついてしまいますので、色よりはこの浮いてきたり、お肉の周りから出てくる泡を目安にした方がいいですね。最初に入れた時よりは少し泡が小さくなってきてますね。もう半分ぐらいは火通ってきてます。お肉にちょうど火が通った時に今から入れる副菜のお野菜にも全部ちょうどよく火が入るタイミングが一番いいですので、
お肉は6割ぐらいですね、火が入ってきたら一番硬い野菜から油の中に入れてってあげます。人参ですね。火を通しすぎてしまうとシャキシャキとした歯ごたえがなくなってしまいます。火が通った瞬間ぐらいがお野菜っていうのは美味しいものが多いですからね、そのような感じで人参の表面から泡がさーっと出てますね。どんどん火が入ってる証拠です。はい、レンコン入れます。はい、入れたてのレンコンなんかはね、まだ熱がどんどん入っていっていないですから、泡も出方も弱いですけどね。はい、人参なんかはね、勢いよく随分泡が出てきてますね。全体的にもうお肉もレンコンも人参も9割ぐらい火が通ったなっていうところで、少し火加減を強くしまして、最後にね。で、もう瞬間何十秒かで火が通るようなピーマン、玉ねぎを最後に入れます。混ぜながら温度が均一に入るように火を入れてあげまして、で、取り出しますね。僕らはね、こういう油を入れる容器を用意してますので、そこに揚げてしまいます。ご家庭の場合はね、作る量などもありますけども、例えばこういった網でね、一旦取り出してから調理するといいんじゃないでしょうかね。で、鍋の中に先ほど合わせてありました。この時もですね、でんぷんが沈殿してますから、しっかり混ぜてあげます。で、混ぜながら加熱していきます。混ぜないとね、焦げてしまいますから、砂糖やお醤油がいっぱい入ってますからね。でんぷんが入ってます。とろみがこのようについてきましたね。で、ちょっと練るような感じで泡立てさせて、素材を合わせて絡めます。で、これで出来上がりです。はい、こんな感じですね。はい、ではこれで出来上がりです。盛り付けます。このね、酢豚はもう簡単なお醤油、お砂糖、お酢で作る酢豚で、ケチャップなどが入るようなものではないんですが、すごくシンプルでとても美味しい酢豚です。酢豚の完成です。